もう全部出し切った。ある国の財務大臣が政府の極秘会議でそう言ったのだ。 IMF との交渉も財政緊縮も米国への支援要請も全部やった。それでも市場は信じてくれない。その国の通貨は今も暴落寸前なのだ。全部出し切った。で、それ、財務大臣が言ったら相当まずいんじゃない？しかもその発言、極秘会議で飛び出したのよね。なぜそこまで追い詰められたのかしら。今日取り上げるのは、アルゼンチンで起きている経済政治の衝突なのだ。財務省ルイス・カプトが3月30日の政府首脳会議で、猛手を尽くしたと発起に近い発言をし、政権内部に激震が走ったアルゼンチンの話と聞いて遠い国のことと思うかもしれないけど、実はこれ、日本の食費にも間接的につながる話なのだ。今日はその構造を3段階で深掘りするのだ。ミレイ大統領って確かチェーンソーを持って登場した人よね。過激な財政削減を公約して当選した。私、あの映像をニュースで見て本気なの？って思ったわ。実際どんな改革をやってきたの？ミレイ大統領はリバタリアン。つまり、政府は小さければ小さいほどいいという思想の持ち主なのだ。2023年末に就任してから財政を劇的に切り詰め、補助金を削り、公務員を大量解雇した。これが、チェーンソー改革なのだ。おかげで財政は一時的に黒字化した。アルゼンチンにとって、これは奇跡に近い話なのだ。何しろアルゼンチンはデフォルト、つまり国家破産を過去に9回も繰り返した国なのだ。9回って、普通の国なら1回でも大騒ぎになるのに、それだけ繰り返してきたのに、それでもミレイさんへの期待が高かったということよね。でも今回の手を尽くした発言は何がきっかけだったの？ここで、なぜ行き詰まったかを3段階で深掘りするのだ。第1段階は、表面の原因。今年3月のインフレ率は月 3.4% だったのだ。年率換算すると約 49%。財務省カプトはこれを、不愉快だ、と怒ったと報じられているのだ。しかも IMF は先日、今年の年間インフレ予測を当初の 10.1% から 30.4% へ、実に3倍近くに引き上げた。改革してもインフレが止まらない。これが表面上の問題なのだ。第2段階は、真相の原因なのだ。財政を切り詰めても、市場がまだ信じていない。なぜか、アルゼンチンには、国家の信用貯金がほぼゼロなのだ。銀行に例えると、何度も借りて返さなかった人が、今度は本当に返す。と言っても、誰も貸したがらないのと同じなのだ。市場はアルゼンチン政府の約束を額面通りに受け取れない。結果として、国債の利回りは異常に高いまま、これを、リスクカントリープレミアム、というのだ。銀行の例えで一気に分かったわ。何度も踏み倒した人が、今度こそ、って言っても貸してもらえない。それと全く同じ話ね。アルゼンチンにとって、信用の回復は、1年や2年でできる話じゃないってことじゃない？その通りなのだ。そして第3段階。これが最も構造的な問題なのだ。経済改革は、政治の指示なしでは持続できないという壁なのだ。カプトが首脳会議で訴えたのはここなのだ。少なくとも10人の知事と政治合意を結べ、議会での安定した支持がなければ、経済計画が持続可能だと市場に信じさせることはできない、と言ったのだ。つまり、経済政策が行き詰まった本当の理由は、政治的基盤の弱さにあったのだ。ちょっと待って、それって逆じゃない？経済が良くなれば支持が集まるはずで、支持のために経済を犠牲にするのは本末転倒な気もするけど、カプトが知事たちとの取引を求めたら、ミレイ政権の既存政治と戦うという看板が崩れるわよね。鋭い指摘なのだ。実際、カリーナ、ミレイ大統領の妹で党の実力者が、知事と交渉するなんてうちのやり方じゃない、と反発したのだ。カプトとカリーナが公開の会議で対立したのは初めてのことで、内部は相当揺れたのだ。これは NACIN が報じた内容なのだ。ミレイ政権の非正政治への挑戦というブランドと現実的な政治連合が必要という現実の間で政権が引き裂かれているのだ。ここで歴史的な視点を加えるのだ。これ、実は100年前にも全く同じ構図があったのだ。1930年代のアルゼンチンは当時南米最大の経済大国で、一人当たり所得は日本の約4倍だった。それが軍事クーデターと政治の不安定で崩壊し始めた。経済の力だけでは国は救えない。政治の安定という土台がなければ、どんな優秀な財務省の計画も砂上の楼閣になるのだ。歴史はこれを繰り返し証明しているのだ。1930年代に南米最大の経済大国だったとは知らなかったわ。それが今は慢性的な経済危機国になってしまった。ずんだもん。IMF が予測を3倍に引き上げたって言ってたけど、それって IMF 自身も
計算が外れた、ということよね。それほど予測が難しいってことかしら。それとも計画自体に無理があったの？両方なのだ。IMF の予測ミスの背景には、ミレイ政権への優等生効果があったと思うのだ。久しぶりに財政を真剣に直そうとしている政権が現れたから、楽観的な数字を出してしまった。でも実態は、インフレを抑えるには為替の安定が必要で、為替を安定させるには外貨が必要で、外貨を稼ぐには経済成長が必要で、経済成長するには投資家の信頼が必要で、投資家の信頼には政治安定が必要、という連鎖の中に閉じ込められているのだ。これが、罠の正体なのだ。次は、これが日本の僕たちの話にどう繋がるかを見るのだ。ここまでの話を振り返るのだ。各都財務省が、猛手を尽くした、と発言し、IMF はインフレ予測を3倍に修正。行き詰まりの本当の原因は、財政政策だけでなく、政治的基盤の欠如という構造問題なのだ。そしてアルゼンチンはこれを100年かけて繰り返してきた。では、なぜ教本にいる僕たちがこれを気にする必要があるのか、続きを見ていくのだ。アルゼンチンが経済危機になると日本にも影響があるってこと？地球の裏側の話だし、貿易量もそんなに多くないと思うけど、どこが繋がっているの？直接の貿易は確かに少ないのだ。でも3つのルートで間接的に影響が来るのだ。まず1つ目は、食料価格。アルゼンチンは世界第3位の大豆輸出国で、トウモロコシも世界トップクラスなのだ。アルゼンチン経済が混乱すると、農産物の生産、輸出が滞る。その大豆は日本の食用油、醤油、豆腐の原料に、トウモロコシは豚や鶏の餌になるのだ。アルゼンチンが崩れると、スーパーの食用油が値上がりする、という連鎖が現実にあるのだ。食用油と豆腐ってかなり身近な話だわ。それ、今でも値上がりしてるじゃない。一部はアルゼンチン由来だったということね。2つ目のルートも聞かせて。2つ目は、新興国リスクの連鎖なのだ。アルゼンチンがデフォルト危機に近づくと、市場は他の新興国も危ないかも、と連鎖的に疑い始めるのだ。これをコンテイジョン効果という。過去2001年にアルゼンチンがデフォルトした時、ブラジル通貨が急落し、アジアの新興国にも影響が及んだのだ。新興国全体が揺れると、安全資産として円が買われ、円高になる可能性がある。円高は輸出企業の業績を直撃し、日本の株価に影響が出るのだ。NISA で積み立てている人は他人事じゃないのだ。NISA って言葉が出てきて急に自分元になったわ。S&P500 に連動する投資信託を積み立てている私には、新興国リスクが円高を引き起こして日本株が下がる、という経路が実際に起きうる話なのね。3つ目のルートは？ 3つ目は、IMF の資金、なのだ。今回のアルゼンチン支援で IMF は約450億ドルを超す歴史的な規模の融資を行った。これは IMF 史上最大規模なのだ。もし返済が滞ると、IMF の資金力が削られ、次の危機対応が難しくなる。日本は IMF への拠出国でもあるのだ。つまり税金が間接的に関わっているのだ。遠い国の話が回り回って日本の財政問題にも響いてくるのだ。この3つのルートがアルゼンチン危機を対岸の火事にできない理由なのだ。ここで逆に聞かせてほしいんだけど、ズンダモンはアルゼンチンのこの状況、正直どう見てる？カプトはもう全部やった、と言ったけど、私は全部やった、というより、やれることの種類を間違えた、じゃないかと思うのよ。財政だけ削っても、人々の生活が苦しくなって政権への不満が高まれば、経済改革を続けられなくなる。これって経済の教科書でも言われてることだし、むしろカプト自身がそれを分かっていなかったとしたら問題が大きいわ。メタンの見立て、実は IMF の内部評価とかなり近いのだ。動画の冒頭で、財務省がもう全部出し切った、と言ったと伝えたのだ。でも今振り返ると、あの言葉は、政策の限界、だけじゃなく、政治の限界、を認めた発言でもあったのだ。経済の数字は改善しても、人々の生活苦が続く限り政権支持は落ちる。支持が落ちれば改革は続けられない。カプトはその壁に、政府の一番内側でぶつかっていたのだ。では、これからどうなるか、2つのシナリオを示すのだ。シナリオ A は、政治合意成功。ミレイ政権が父たちと何らかの妥協をして議会の支持を固め、市場が、この政権は続く、と信じる。その場合、年末にかけてリスクプレミアムが下がり、2027年には緩やかな回復が見えてくる。これが楽観シナリオなのだ。シナリオ B は、政治断絶の加速。カリーナとカプトの対立が深まり、政策の一貫性が失われる。市場が見切りをつけ、ペソが再び急落する。デフォルト10回目、という最悪の展開なのだ。個人的な意見を言うのだ。僕はシナリオ B の方が今は可能性が高いと思っているのだ。理由は3つあるのだ。1つ、
ミレイ政権の革新的な支持者たちは既存政治と手を組むことを最も嫌っている。2つ、中間選挙が近づくほど知事たちの要求は高くなる。3つ、IMF の予測が3倍に外れたという事実は外部専門家ですら状況をコントロールできていないことを示しているのだ。ただ歴史は時に僕の予想を外す。アルゼンチンは何度ももう終わりと思われながら生き延びてきた国なのだ。何度も終わりと思われながら生き延びてきた。で、国としての底力がある一方で、その度に普通の市民が一番のしわ寄せを受けてきたわよね。今日の話を聞いて、私は、経済改革は数字だけじゃできない、ということが一番刺さったわ。ずんだもん、視聴者のみんなに聞いてみたいんだけど。みんなに聞きたいのだ。アルゼンチンの未来、シナリオ A の政治合意で回復とシナリオ B の対立べきかでデフォルト、どちらだと思う？コメント欄で A か B だけでいいから教えてほしいのだ。3ヶ月後に答え合わせをするのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを日本語で深掘り解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。それが一番の励みになるのだ。次回も世界の動きを一緒に追いかけるのだ。